二人パパシェラ皆さんこんにちは。二人パパのみっつんです。今日はいつもリクエストをいただく1週間の食卓2024年版。献立作りに悩んだ時は冷蔵庫に相談。でも日本の味も再現したい。でも息子くんの新しい習い事も始まったし、秋の味覚も取り入れたい。でもなぜかみつパパがイライラ。その理由はリカパパの謎な料理も登場します。それでは行きましょう。二人パパのスウェーデン在住国際家族、その日冷蔵庫にあるもので作る1週間の食卓2-4。月曜日、残り物でオムライス。ちょうど時間がある週末に作って前日に食べていたビーフシチューが残っていたので、この日はそれを使ってオムライスを作ることに。ニンニクと玉ねぎを一緒にブンブンチョッパーに入れみじん切り。同時進行でサラダも作っていきましょう。レタスの葉を剥いで冷水に浸してシャキッとさせておきます。温めたフライパンでじっくりニンニクと玉ねぎの香りを出している間もサラダの野菜を切っておいて、玉ねぎがいい色になったら冷凍のグリーンピースを投入。チキンライスにすることが多いオムライスですが、今日はビーフシチューにいっぱいお肉が入っているのでこれだけ。水につけておいたレタスの水を切り、サラダを大皿に盛り付けます。いつもは冷凍ご飯を使いケチャップライスをフライパンで作るところですが、たまたまこの日はなかったので炊きたてご飯を使います。炊きたてご飯の時はもうあったかいし、フライパンにご飯がくっつくのが嫌なので、ボウルに入れたご飯にバターを入れ、炒めた具材と塩コショウ、そしてケチャップを入れ、ここで混ぜていきます。残ったご飯はおひつに入れ、冷めてから冷凍用にパックします。この日はおひつご飯食べれませんでしたが、また後ほど出てくるのでお楽しみに。そしていよいよ卵でフィニッシュ。残り物のクレームフレッシュがあったので、それと牛乳を混ぜた卵を次々焼いていきます。オムライスって1人分ずつ卵を焼くので冷めちゃうのが気になるんですが、息子くんとリカパパは熱すぎると食べられないので、ちょうどいいのかも。お茶碗で形を作ったご飯にふわふわに焼いた卵をのせ、その周りにビーフシチューをかけていきます。最後に乾燥パセリをパパッと振りかけ、残り物ビーフシチューのオムライス完成です。ちょっと多かった、ちょっとボリュームがすごくなっちゃった。もういいよ、もう先食べない。美味しそう。オムライス。オムライス。なんかさ、もうドレッシングとか作らなかったから、バルサミコとオリーブオイルでいい。はい、いただきます。いただきます。僕、食べる前に僕1個入れたいものの理由だよ。僕はこれあんまり美味しそうって見えないけど、これ美味しいから。あ、よかった。どういうこと？美味しそうに見えない？美味しいから。Jag tycker att den ser god fast den är godare än vad den ser ut. Vad kan du? Det är ju ett jättebra betyg. Det ser gott ut, men det är godare än det ser ut. でもこれはちょっと贅沢すぎるオムライス。あまりもんだけど。よかった。君あんまりオムライス食べたことないじゃん。これ日本で。あんま好きじゃないかなと思ったけど、これは美味しいよね。銀さんのレストランにありそう。花咲き花散るよ芋。昨日これを食べた時に、絶対明日はこれを作ろうって言って。だからメッセージをした。普段はリカパパは月曜日料理作る。そうだね。ヨガ行くからね、パパが。あとしかもこの残ってるものを食べなきゃいけないからさ。はい、ごちそうさまでした。はい、口合わせてごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美美味しかったです。火曜日、ナスとミートソースのパスタ。実は最近空手を始めた息子くん。火曜と木曜の夕方に稽古があるので、稽古がある日は早めに食べれてすぐにエネルギーになるものをということで、パスタなどの麺類が多め。パパッと作れるものと冷凍しておいた自家製ミートソースを使うのですが、3人分にしては少なかったので、いつも常備しておくナスを足すことに。ナスは切ったら水にさらしておき、その間にほぼ昨日と同じサラダを作り、ナスを油で素揚げしておきます。パスタはパッパデッレを使い、ナスが揚がったらネギも今日は油を通しておきます。揚げ物めんどくさい感じあるんですが、少量をささっと油通すのが意外と手早く美味しく料理できるので最近よくやってます。
そしてパスタが茹で上がったらお湯を切り、レンジで解凍して温まったミートソースを入れ、鍋で混ぜ少し火を通します。ソースが全体に絡んだら盛り付け。ミートソースの肉は息子くんに多めにし、ナスとネギはパパたち2人に盛り付けて、ナスとミートソースのパスタ完成です。ただここでミツパパなんかイライラしてますよ。ねえ、ご飯だって言ってんじゃん。Uh-oh. 間に合わなくなっちゃう。これあるあるなんですけど、実はご飯ができるちょっと前くらいからご飯できたよ、どう食べれるって何度か声をかけているのに姿を現さないとミツパパもブチ切れます。この現象割とあるあるだって聞いたんですが、皆さん経験ありますか？そう、ミートソースだけど、いただきます。いただきます。味がちょっと薄いかも、ソースが少なくて。今日本当にスイングトレーニングどうだったとかを聞きたいけど、今日はちょっと早く食べないといけないから。もうあと20分で出なきゃいけない。空手行くならうまい。ちょっとさ、ミートソースが足りないなと思ったからナスとネギを油で揚げたんだ。君のはでもその代わりこのナスとかがないから肉を多めにこっちに入れてある。ナスとネギ多分食べないと思ったから。それはそうだよ。パスタもうちょっとあるけど食べる？どれぐらい？ナスめっちゃうまい。食べちゃうのかも。料理作ったけど20分でできる。これも20分ですよね。本当？でもディープフライのディープフライだってカットして揚げるだけだったら、このパスタ6分で茹でるし、ソースはなんか冷凍してあったらだいぶ前に作った。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お粗末様でした。準備しよう。水曜日、カブの鶏そぼろと松茸ご飯。確か昨年の1週間の食卓もこの時期だったこともあって松茸ご飯やった気がします。今年も8月中にとって冷凍しておいた松茸を半解凍ぐらいにしたら手で裂いて、昆布、醤油、みりん、酒を入れて炊飯しておきます。そしておかずの準備。カブはスウェーデンでも手に入りやすく、根菜の割には火の通りが早いので重宝しています。厚めに皮を剥いたら適当な大きさに切り、かつおだしパックと一緒に水から煮ておきます。その間に鶏ひき肉を炒めるのですが、カブを煮ているだし汁にみりん醤油を混ぜておいて、その色が変わったひき肉にも入れます。鶏肉に火が通っていたらここで味見をするんですが、ちょっと味が足りなかったみたい。合わせ味噌がもうなかったので、冷凍してあった八丁味噌とみりんを足し、もう一度味を整えます。火を止めて水溶き片栗粉でとろみをつけるともう完成。一品だけじゃ寂しいなと思って切ったきゅうりに塩昆布を揉み込み、しばらく置いておきます。そしてまだご飯が炊けていなかったので、鍋で煮て柔らかくなったかぶは鍋ごと外に置いておき、冷ましておきました。煮物は冷える時に味が染み込みますからね。その後ご飯が炊けたらおかずを温め直して盛り付けると、かぶの鶏そぼろあんかけと松茸ご飯の完成です。美味しそうな料理。なんでこれは松茸のご飯の匂いしてるの？なぜかというと、これは松茸ご飯だからです。でもあなたのお茶碗には松茸は入ってません。ご飯のとこだけ。これ超美味しそう。いただきます。いただきます。なんか前まで朝日しかなかったけど、最近キリンが出始めて。お疲れ、乾杯。かぶはさ、結構柔らかく煮崩れちゃうからさ、ちょっと固めにしたんだけど、大根と違ったちょっとなんか苦味みたいな。そうだよ。これは美味しい。どうだったこれ？美味しい。本当に？ならよかった。美味しい。本当？よかった。こういうの好きだよね、リカ。そうそう。リアル秋の感じです。日本の秋。
松茸ご飯とこれの相性がめちゃくちゃいいかも。あとやっぱ柚子胡椒が効いてる。このスープにはさ味噌を溶かすと味が薄くなりがちだけど、この柚子胡椒でだいぶ味が引き締まるって感じ。なんかでも君がこの大根とかカブが好きでよかった。まあ味どうなんだろう、日本の子も好きなのかな大根とか、もしかしたら嫌いな子もいるかもしれないけど。食べやすいよね。大根とポテトの間ぐらい。あと松茸シーズンは、多分ノルボッテンも終わった。でも今ストックホルムの近くに誰かは松茸を見つけて、それはローカルニュースで、すごい高いバーデンス・ディーラステスワンプとかでもストックホルムないニュースあった。だって基本的にはストックホルムの方にはないって聞いたよ。実は今ファルモとファルファイまだ抑制だね。いつも見てる明日ここでハンティングする。2人プラスエルサ。エルサはすごい大喜び。Elsa ska få jaga. エルサやっぱり猟犬だからさ楽しいの。Var är de jagar? ヤチョ、シャデロ、オレ。じゃあはい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。木曜日は外食でお寿司。火曜日の時にもお伝えしたように空手の稽古は火曜と木曜。この日はちょっとバタバタしていたので稽古場に行く途中でお寿司屋さんに寄りました。家を出る前にアプリでオーダーしておき、着いたらすぐ食べられるようにしておきました。いただきます。はい、どうぞ。あ、これデカボブですか。どう？デカは何？ミックス寿司。ミツパパ太巻きかぶりつき。まあこれエビもサーモンも野菜も入ってるから結構好き。結構安いのこれが。すごい。ボリューム多いね。これで105くらいだから。これより安い。でも結構安いよね。これでもこれ多分120いくつとか、それ140な気がする。ちょっとお醤油もらっていい？多分これ醤油なくても食べれるけどちょっと欲しいかも。ということでこの後の空手の稽古もしっかりと取り組むことができました。そして金曜日は豚キム丼。実は最近家でキムチをつけ始めたみつパパ。この日は豚キムチの気分だったんですが、めんどくささもマックスだったので簡単にできるやり方でいこうと思いました。まずは卵を短めに茹でて半熟卵の準備。その間にしめじと洗って水を切ったもやしをアルミホイルにのせ、それぞれにごま油と塩を振り閉じておきます。つけておいたキムチを食べやすい大きさに切りタッパーに入れておくと、外のグリルの登場。豚バラ肉と一緒にさっきのアルミホイルに包んだ野菜と隙間から落ちないように丸ごと焼くネギを乗せて焼いていきます。焼けたらお肉もネギもキッチンバサミでジョキジョキ切ってご飯をついだら、その上に用意した具材を乗っけて豚キム丼の完成です。ご飯は入ってる。ご飯入ってる。いただきます。いただきます。これ一応サラダが。あ、サラダはここ。Va? Nu ska jag använda mina biltax för att bygga ett drömhus i Survivor. お疲れ。美味しい。今日ちょっと特別な日だったね、学校。あ、ハロウィンか。とここで痛恨のミス、カメラの電池切れちゃいました。ということで急遽リカパパのスマホを回したのでちょっと画質が違うんですが、ちょうどその時話していた会話について息子くんが疑問に思ったみたいです。今日パパお仕事でメイトしてたでしょ。今日本はバーレポリティック。bestämma vem som ska bestämma.
Och den fick man bestämma mellan som ska bestämma. レグレール作る人たちね。でミツパパは日本でなんか法律作る人にこんな法律作ってほしいっていう話をしたの。何の法律？まあ、例えば日本で結婚できるとか、ほら知ってるでしょ。なんかスウェーデンでは結婚できてるけど日本ではパパたち結婚してないから、まあ、それおかしいよね、話を今日してました。もっとご飯欲しい？あ、いいよ。Det var det som att när du ger mig lite, då äter jag jättemycket. Och när du ger mig mycket, då äter jag jättelite. Det är typ som det. そうですか、すいません。ということで息子くんも大好きな白ご飯。今年日本の友人宅にお呼ばれした際に使っていた秋田県大館の曲げわっぱ利休さんの3号用筆を半年ほど使っています。ちょっとお高めでしたがベテラン販売員さんが言った我が家でも同じものを25年使っておりますの言葉に25年なら元取れるかと即決。余分な水分を吸収しふっくらご飯になるし冷めるともちもちで美味しいし何より見た目が美しくてそれだけでいい気分で食事ができています。お手入れも思っていたより簡単で本当に買ってよかったと思っています。おひつご飯について何か質問などありましたらまたコメント欄にお寄せくださいね。ごちそうさましましょうか。ごちそうさまでした。ちょっと待って。早いなもう本当に。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。土曜日、焼き鮭とナスの田楽。この日はファルモルの家にいとこちゃんが来ているからと息子くんはお泊まり。ミツパパとリカパパの2人だけの夜ということで子供の好みを考えずメニューを決めました。スウェーデンで売られているナスは米ナスのような肉厚なもの。まずは厚めの輪切りにして水にさらします。アク抜き、変色防止、油の吸収を抑える3つの利点がありますよね。そしてその間にサーモンを焼いていきます。スウェーデンのサーモンは切り身が冷凍されているものが便利。サーモンにはあまり油を使いたくなかったのでオーブンシートを丸くカットしそこに冷凍のままのサーモンを乗せ蓋をして中弱火で焼いていきます。そしたらナスをざるにあげ水を切っている間に田楽味噌を作ります。今回は業務用スーパーで手に入れた白ごまが大量にあったのでごま味噌にすることに。たっぷりのごまをすり鉢ですりみりん、砂糖、お酒、卵黄を入れ弱火で火を入れていきます。水を切ったナスは油が跳ねないようにペーパーでしっかり水気を取り火が通りやすくなるよう切り込みを入れたら多めのごま油できつね色になるまでじっくり焼き裏も同じように焼いていきます。そして今日お味噌汁はインスタント。昨年石川県の白衣町にお世話になった時にひろしさんからいただいたフリーズドライの具沢山のお味噌汁。マジで日本のインスタント食文化すごいです。一気に盛り付けて焼き鮭とナスの田楽定食完成です。いただきます。今日ご飯は冷凍で味噌汁はインスタントだからナスの田楽でもごまの味噌ごま味噌このさインスタント味噌汁うますぎるんだよね。ひろしさんに言ってやつ本当どうやった？ナスはごま油でちょっと多めのごま油で焼いたっていうだけです。今日何をした今夜は何をしたかな。でもやっぱそうでしょ。来てるから行きたいっつってたから。そうね。前はいつもマイクラでも今ロブロックス。ロボ。この味噌結構味強いからここにかけてもいいかこれごまも入ってな。これここにかかってるけどこれちょっと味薄めだから。今日ナスでいいって聞いたでしょ。ナスナスだけ。でもこれ取りまし確かにご飯だよって言ってご飯とナスだけ出てきたらちょっとびっくりだよね。まあこれでもちょっと一品になるけどね。でもちょっとプロテイン足りないかな。多分柚子胡椒が合うかな。このた。あ、これネバネバ味噌汁だって書いてある。
すごいよね。フリーズドライでこんなに美味しいの。どうだったっけ？うん、とっても美味しかった。ごま味噌、これ美味しいよね。味噌マヨ。そうだね。多分黄身が入ってるからだと思う。だからちょっとコクが出るし。ごちそうさま。ごちそうさまでした。美味しかった。日曜日、リカパッパのオムライス。この日はミツパッパがお出かけしていたこともあり、リカパッパがご飯を作ってくれました。家にあるもので作ってくれたということですが、その正体とは？いただきます。いただきます。美味しいよ。本当？今日はリカパパ作ってくれた。オムライス。でもオムライスじゃない。冷凍のピラフ使った。これ辛いやつ。息子くんもソーセージあるもして食べたい。わかる。だから美味しい。もう一回したい？これ食べてみたい。結構辛い。辛いけど美味しい。こんな辛いの食べれるようになった。なんか辛いの味してるけど、僕には結構辛いけど美味しい。結構辛いね。あとね、美味しい。全部半分。最初は半分。今日何したの？ハルモのプンパンの作った。ハルミン？どうした？いいね、しょっぱいもの美味しい。時々決まらない時は冷凍庫を開けたらいろいろいっぱいあった。何を作ればいいのかを考えるときに脳が停止するんだよね。今日はリカパパ作ってくれたからさ、そのうち君も作ってな。また見た。そしたらミツパパがご飯作るの考えなくていい。そういう意味。オッケー。でもやばい、君に任せたらお寿司しか作んないかも。寿司はずっと作る。と毎日の献立作りには本当に参ってしまいますが、息子くんが作ってくれたら嬉しいなーなんて夢見るミツパッパ。これで今年の1週間の食卓は終わりです。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどもお待ちしております。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。ヘイドー。 Sten, sax, påse. Vad blev det? Hehe. I love you.